学です。顔出し雑学です。今日は話していて楽しい人としんどい人の違いはということで、早速一つ目は知っている話を先回りするかどうかです。どういうことかというと、例えば友人が昨日トム・クルーズの新作の映画見てきてんと。で、スタントシーンがやばくてみたいなことを言い出した矢先にカットインして、知ってる？俺初日に見たで。あのスタントシーン、トム・クルーズが撮影で怪我したって知ってた？みたいな、知ってる話を先回りして奪っちゃうことですね。何がいけないかというと、共通の話題に乗って話を盛り上げようとすること自体はいいことなんですが、相手にしてみれば話題を奪われたようで一気にしらけてしまいますと。じゃあ話していて楽しい人はどうするかというと、相手の話したいネタをついてあげる。もし自分が知ってる話を相手が始めたとしても、まずはへーとかあ、そうなんとか、一旦聞き役に回りましょうよと。相手が一通り話を終えたら、あれ実は自分も見てとか、ほんま驚きやでな、みたいな感じで、相手の話を受ける形で自分の話を始めると角が立ちませんと。で、さらに相手が自分の得意分野の話をするときとか、あるいは詳しい話をするときは、よう知ってんなとか、よくご存知ですねとか、それでとか、もっと聞かせてくださいみたいな感じで受けると、相手を持ち上げることにもなりますよと。そうすれば相手にしてみれば、なんかこの人と喋ってたらめっちゃ気持ちいいなということで、一緒に話していて楽しい人になりますよねと。上手に初めて聞いたふりをするということで、特に年配の人は同じことを何度も話しがちですと。そこで前も聞きましたとか、もう何回目みたいなこと言ったら良くないですよねと。やっぱりまず何よりも飽きや期間が伝わってくるし、そしてそんなことも忘れてしまったんですかと、覚えてないんですかみたいな感じで相手をバカにしているような感じもしますよねと。ですので、たとえ自分が何回か聞いたことある話でも、初めて聞いたふりをしてあげるのが優しさですよねと。で、あと余談ですが、友達が多い人とか、あるいは忙しい経営者の人というのは、そもそもいろんな人にいろんな話をしているから、どの人にどの話をしたみたいなことを覚えてない傾向がありますよと。ということで、話していて楽しい人としんどい人の違いの2つ目は、話の交通整理をするかどうかです。交通整理っていうのはどういうことかというと、例えば、つまりこういうことが言いたいんでしょとか、要するにとか、ともかくとか、そういう相手の話を要約しようとすることですね。雑談中に話の交通整理をしたがる人がいます。良かれと思って親切に交通整理をしているつもりかもしれませんが、これは絶対にやってはいけないルール違反です。やると一発でしらけますということで、なぜ人の話を要するにでまとめたらダメかというと、まとめられた人としてはまるで自分が話し下手で要領を得ない人認定されたようで、立つ瀬がなくなっちゃいますよねと。例えると、サッカー教室で生徒がシュートの練習をしていると、で、講師の先生が急にシュートを練習している生徒のところに駆けつけていって、ちゃうと駆けつけていって、シュートっていうのは見といてって言って、スコーンと綺麗なシュートを見せて、お手本を見せて得意になってるようなもんですよねと。サッカー教室の講師と生徒の関係だったらいいんですけど、他者の話を整理する形で存在感を示すと、受けるどころか全員に嫌われちゃいますよということで、要約するのであれば自分の話だけにしておきましょうと。それやったらいいですよね。例えば自分がうにょうにょうにょと話した後に、つまり興味ないかなとか、要するにちょっと都合悪いかもみたいな感じで自分の話を要約するんやったらいいですよね。で、相手の話を要約すると危ないのは仕事のシチュエーションでも同じですと。仕事における会議などのシチュエーションでは最後にいろいろ意見をまとめて決定する必要がありますが、それも会議のトップの任務ですと。トップであれば今日の会議をまとめるとこうでしたねなどとまとめる権利があるんですが、自分がトップじゃないんだったらそういうのは上の人に任せておいた方が無難ですよということでした。ということで、話していて楽しい人としんどい人の違いの3つ目は、そもそも論を言うか言わないかです。これは言葉の通りで、例えばそもそもあの時から私はとか、そもそもこの計画自体に無理があるんじゃないとか、言葉の通りそもそもよく使う人ですね。先ほどの話の交通整理をするが話していてしんどい人ワースト2位だとしたら、このそもそも論を言うのは話していてしんどい人のワースト1位ですよと。例えば友人同士で旅行先や宿泊先を考えたり、恋人と休日の過ごし方について話し合ったり、シチュエーションはいろいろですけども、アイデアには正解もありませんと。その発言に敬意の気持ちはありますかということで、そもそも論をぶち上げるっていうのはどういうことかというと、例えばテーブルに何人かでついて
さあ、今からどこ行こうかとか、何を食べようかとか、話し始めた時に、そもそも論をぶち上げるっていうのは、その机ごとそもそもバーンってひっくり返すようなもんですよと。100歩譲って、そもそもそのコンセプトに難があったとしても、あなた以外に誰も気にしてないんだったら、別にもう言わなくていいじゃないですかと。そもそも論をぶち上げると、その話し合いに携わってきた人全員を否定することになっちゃいますよと。で、これは会話に新しく入ってきたばかりの人とか、あるいは高学歴や優秀な人がよくやる傾向があるそうです。で、仕事のシチュエーションでも同じですと。会議にもいろいろありますが、コンセプトやテーマがすでに決まっている場合は、その方向性でできるだけアイデアを出し合うのが建設的な会議ですと。どんなに期待されている人や優秀な人材でも、そもそも論を口走ってしまうと、次の会議から呼ばれなくなる可能性大です。実際にそうした鉄を踏んで消えていった若い人や優秀な人を僕は今まで何人も見ています。そもそも論をぶち上げる前に、まずは会議に、あるいはプライベートでその話し合いに参加する人全員に対してリスペクトの気持ちを忘れないようにしましょうということで、以上話していて楽しい人としんどい人の違いを、放送作家の野呂栄一郎先生のこちらの方より解説いたしました。最後までありがとうございました。ドロッシュ